ここが会議室だな。ここが。おお、やはりハイテクね。やっぱりだ。彼女たちは共通の制服を着ている。また目があった。またあったな。どうも。もしかしてさっき戦場で会ったばかりなんだ。先ほどは助かった。感謝する。いや、まさかこんな形で再会するとは思ってなかったよ。運命ってのは奇妙なもんだな。今のどういう意味？チャリさ、どこから現れたんだよ。決まってるでしょ。ずっとテーブルの下に隠れてたのよ。チャリさ、この会議は機密級の扱いになってるはずだぞ。私はナビゲーターが大慌てで美少女だらけの秘密会議を開いた理由が何なのか知りたかっただけよ。どうやればあれだけの警備をかいくぐってここまで来れるんだ。そりゃここまで来るのは一筋縄ではいかなかったけど、そこはどうでもいいのよ。まさかあんたが開口一番あんなこと言うなんて。何なの？運命ってのは奇妙なもんだな。ってそんなセリフ少女漫画の中でしか聞いたことないわよ。なんか誤解してないか？どうせ。お姫様、これが私の名刺です。手書きですよ。私もこんなことは初めてなので、問題があればどうぞおっしゃってください。ってやるんでしょ。もう何度も言ってるけど、俺のことをどんな人間だと思ってるんだ？うっかりしてるとすぐ女の子が集まってくる男。否定しなさいよ。ちょっと押さないで。ちゃんと答えなさいよね。もうすぐ会議が始まるんだ。話の続きはまた後でな。絶対来なさいよ。すまない、こっちの事情で変なものを見せてしまって。人気者なのね。構わん。もうすぐ始まるのだろう。座って待つとしよう。ご本、会議がもう間もなく始まりますよ。皆さん自分の席に座りましたか？ネイ、どこにいるの？ネイはここですよ。突然現れた。わかった。ホログラムってやつね。へえ、ちょいちょい。紙でネイをいじらないでください。全然手応えがないのね。着席をお願いします。はーい、クラスの優等生を思い出すわね。では会議を始める前に皆さんに了解しておいてもらいたいことがあります。まずネイたち7番組とそちらの方は異空間にやってきてしまったという認識でお願いします。異空間。一応確認するけど、ここもマトってわけじゃないわよね。ネイたちがいるのはマトとは違う第2の異空間なのです。第2の異空間。それってまさかあの変な姿の怪物がうろうろしてる空間ってこと？はい、そういう理解でも構いません。とはいえこちらのナビゲーターさんは正真正銘異空間の住人です。俺？あれ？ステファニー博士からナビゲーターさんに話があったはずでは？いや、彼女からはかなり重大な事件が起こったとしか聞いてないけど、つまり
君たちはどこかの特殊部隊じゃないってことなのか？そうです。ナビゲーターさんにとってはナイたちも正真正銘の異世界の人間、超能力を持った異世界人ということになりますね。そうなのか。博士からは何も聞いてないけど、なるほどな。どうしてこんなことが。完全に理解できたわね。理解した？何しろあの怪物の手触り、匂いもまるで違っていたからね。周期でないことはなんとなく分かってたわ。てっきり人間が作り出した怪物かと思ってたんだけど。あれは現在と呼ばれる怪獣で、この異空間における人類の敵です。組長も気づいてたんですか？何かがおかしいって。私は地上からこの箱舟の内部に入ったんだが、我々の世界にはこういった建築物は存在しないはずだ。それに我々の世界では魔法体が的において周期を倒すことで災害の発生を抑止しているわけだが、ここには鋼鉄の避難所がある。整然と避難する人々、安定した秩序もある。それらは全てああやって突然街中に出現する現在災害に対処するためだ。だったら戻る方法はあるの？ネイの情報では、ネイたちがこちらに出現したのはちょうど純在級現在ベヒモスと同時だったようです。さっき皆さんが戦っていたあの現在のことです。そしてベヒモスが撤退するとき、ネイはあの怪物がクナドを通って逃げていくのを見ました。ネイたちの世界ではクナドは元と現実世界をつなぐ通り道です。私たちがここに現れたのはそのベヒモスの能力とそいつが操ってる通り道が関係しているということか。はい、戻るための手がかりになると思います。あいつを片付けるとなると相当手を焼くわね。確かに。あいつは俺たち3人から攻撃を受けた途端、即座に逃げることを選んだ。俺たちが他のドライバーを集めて包囲しようとしているのに気づいて撤退したみたいだった。ある程度の知能があるってことだろうな。ある程度ね。でも自分と戦ってた時はかなり短気で簡単に挑発に乗るタイプに見えたけど。本能的に脅威を感じ取ったってことか。参ったな。逃げるための能力を封じないことにはかなりシビアな戦いになるぞ。逃げられるたびに討伐の期間も延びるし、一般市民が巻き込まれる確率も上がる。都市の被害も広がるばかりだ。こういった敵には少数精鋭による短期決戦が肝要だ。さらに戦場を分割してベヒモスがクナドまで撤退できないようにする必要もある。だけど逃げる時のバカ力は油断ならないわよ。私の髪が引きちぎられるところだったんだから。弟に褒められた自慢の髪が。力を増幅させる能力まであるのか。あいつが逃げるために能力を発動するタイミングでそいつを抑え込めるメンバーも探さないといけないな。腕っぷしに自信のあるドライバーなら当てがある。だけど彼女たちだってすぐには集まれないぞ。我々の中にも適任者がいるかもしれない。私たちはそれぞれ異なる桃の能力を持っているんだ。とりあえずは超自然的な能力とでも考えてくれていいが、例えば私の能力であるスレイブは他の生物と契約を結ぶことで相手を奴隷にしてその力を引き出すというものだ。組長？構わん。一緒に戦う戦友相手に隠し事をする必要はない。自分の能力はラーニングよ。他人の能力を学習して使用することができるの。本人との相性によって強さが変わるけどね。相性が悪いとただの劣化版になることもあるわ。ネイの能力はプロミスです。千里眼のように周囲を見通す力です。私は今は人間ではないんだけど、
能力は持ってるわ。人間じゃない？こうやって自分の髪を操ったり、あと口からビーム的なのを打ったりね。そっちの感覚で言うなら人型現在ってとこかしら。スーパーマンみたいだな。スーパーマン？そしてポイントになるのが我らが7番組の最後の一人駿河シュシュだ。彼女の持つ能力パラダイムシフトは体のサイズを変えることができて巨大化すれば相当なパワーを発揮できる。私たちがここにいるということはシュシュもこの町のどこかに来ているはずだ。彼女さえ見つけられればベヒモスに対抗できるぞ。なるほど。後で駿河シュシュの特徴について教えてくれ。俺たちで探しておくよ。ドライバーの手配もしておこう。君の仲間が見つからなかった場合でもベヒモス討伐戦がスムーズに進むようにね。さて準在級現在の討伐も決まったことだし君たち向けに模擬訓練を用意しなくちゃな。できるだけ早く一般的な現在との戦いにも慣れた方がいい。こいつはきっと君たちの役に立つと思うよ。そうか、頼りになるな。よろしく頼む。じゃああとは。待って、その前に名前を教えてくれない？すまない。そうだったな。ダニューブ特別連合部隊のナビゲーターだ。へえ、いい名前じゃない。私は青葉でいいわ。青葉って呼んでね。ナビゲーターか。